ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。中野区にある中野駅から東京の東西を横断しながら千葉県船橋市にある西船橋駅までを結んでいる東京メトロ東西線。東京メトロで最も長い路線長を誇る路線と同時に全国的に見ても混雑がひどい路線でもあります。東西線はもともと混雑がひどかった当時の国鉄、現在の JR 東日本が運営する中央線や総武線のバイパス路線として建設された経緯があり、開業当初から総武線各駅停車との直通運転を行いながら現在でもバイパス路線としての役割を果たしています。現在は JR 総武線だけではなく東洋高速鉄道線とも直通運転をする東西線。ところでそんな東西線を走る東京メトロの車両を見てみるとドアの幅が広いワイドドア車が一部で見受けられます。しかし現在ワイドドア車を採用しているのは東西線ぐらいで他の鉄道会社ではなかなかワイドドア車を見ることはありません。なぜ東京メトロ東西線ではドアの幅が広いワイドドア車が多数走っているのでしょうか。今回はなぜドアの幅が広いワイドドア車が東京メトロ東西線を走っているのか、その理由などを解説・考察してみましょう。それでは本編へどうぞ。東京メトロ東西線の概要。東京メトロ東西線は東京都中野区にある中野駅から落合、高田馬場、早稲田、神楽坂、飯田橋、九段下、竹橋、大手町、日本橋、茅場町、門前仲町、木場、東洋町、南砂町、西葛西、葛西、浦安、南行徳、妙典、原木中山の順に通って千葉県船橋市にある西船橋駅までを結ぶ全長 30.8km の路線です。東京メトロの路線の中で一番長い路線であり、日本全国の地下鉄路線の中でも3番目に長い路線となっています。ちなみに1位は都営大江戸線の 40.7km で、2位は横浜市営地下鉄ブルーラインの 40.4km となります。ただし横浜市営地下鉄ブルーラインは今後延伸計画があり、現在進んでいる新百合ヶ丘までの延伸計画が実現すると横浜市営地下鉄ブルーラインが最も長い路線になります。ところでそんな東西線と他路線との接続路線ですが、副都心線以外の東京の地下鉄11路線全てと接続する特徴を持ちます。具体的に東西線と他路線の接続駅を見ていくと、中野で JR 中央線快速電車と JR 総武線各駅停車、高田馬場で JR 山手線と西武新宿線、飯田橋で JR 総武線各駅停車と南北線、有楽町線、都営大江戸線、九段下で半蔵門線と都営新宿線、大手町で丸の内線、千代田線、半蔵門線、都営三田線、日本橋で銀座線と都営浅草線、茅場町で日比谷線、門前仲町で都営大江戸線と乗り換えができ、終点の西船橋では JR 総武線各駅停車と JR 京葉線、武蔵野線、そして東洋高速鉄道線と乗り換えができるようになっています。このほか非公式的な乗り換えという扱いにはなりますが、高田馬場駅と副都心線の西早稲田駅、早稲田駅で都電荒川線の早稲田停留場、西船橋駅と京成線京成西船駅、大手町駅と新幹線、JR 在来線各線の東京駅との間などは徒歩連絡にて相互に乗り継ぎが可能となっております。なお東西線という路線名の由来は東京を東西に横断するから。慢性的に混雑していた中央線や総武線の混雑緩和のためバイパス路線としてこのルートで建設されており、総武快速線が開業するちょっと前の1964年から1969年にかけて順次開業していきました。ところで冒頭においても説明したのですが、東西線では中央線や総武線のバイパスとしての役割を果たすべく JR 総武線各駅停車に開業初期より乗り入れているのですが、それ以外にも1996年に開業した東洋高速鉄道線とも相互直通運転を行っています。中野側では中央線の各駅停車用線路に乗り入れ、総武線各駅停車との相互直通運転を実施しており、中野、
三鷹間で東西線と直通する電車が設定されています。対して西船橋側については東洋高速鉄道線との相互直通運転が基本。これにプラスして平日のラッシュ時間帯に限って JR 総武線各駅停車と直通運転する電車も設定されており、こちらは津田沼までの直通運転となります。ところでそんな 30km 近くある東西線ですが、南砂町付近から西船橋まで全体の半分近い約 14km は地下ではなく地上に建設された高架線上を走っています。この理由はすでにこの動画で解説をしておりますので、よろしければこの動画のご視聴が終わりましたら合わせてこの動画もご覧いただけますと幸いでございます。幅の広いドアを持つ東西線の車両は何？ところでそんな東西線を走る電車ですが、現在主に5形式の電車が東西線を走っております。このうち東京メトロ自社の車両は15000系、07系、05系で、この他に東洋高速鉄道が保有する2000系と JR 東日本が保有する E231 系800番台が走ります。ここではこのうち東京メトロが自社で保有する15000系、07系、05系について見ていきましょう。ところで15000系と05系は東西線向けに開発された車両ですが、07系だけはもともと有楽町線向けに開発された車両です。07系は製造当初は有楽町線で運用されていましたが、2008年6月14日に副都心線が開業することで、07系は有楽町線においていらないことなってしまいました。副都心線は有楽町線との一体的な運行を行うこととしており、この関係で車両配置の見直しが行われた結果であり、07系は扉の配置がちょっと独特なものとなっており、このせいで副都心線のホームドアに対応できなかったことが理由です。しかし捨てる神あれば拾う神あり。07系の有楽町線からの撤退が決まった当時の東西線では、5000系の老朽化に伴う置き換えについて、05系を申請投入することによって進められていましたが、有楽町線を追い出された07系が余剰になったことを受けて、5000系ラスト4本を置き換えるための05系4本の発注を停止。07系に改造工事を施した上で東西線へ転属させた上で、最後の5000系を置き換えることになりました。なお5000系置き換え目的で2006年に転用されたのは4編成で、6編成いた07系の残り2編成は引き続き有楽町線で走るも、小竹向原駅のホームドア設置に伴い運用を離脱。しばらくニートしたり千代田線で短期バイトした後に、東西線の朝ラッシュ輸送改善を目的としたダイヤ改正で、運用数増加対応策として残り2編成も2009年に転用されました。東西線の車両は通常5000系や05系、15000系のように投入路線を識別する数字として5の番号が形式に使われるのですが、07系だけこの数字が5ではなく7を使う形式であるのはこれが理由で、7は7000系や07系、17000系などのように本来有楽町線向けの車両で使われる形式の数字となります。ところで東西線を走るワイドドア車は自社保有の車両で、なおかつ東西線向けに直接投入された車両に限ります。そのため07系のみ全て通常の扉とされており、ワイドドア車は15000系と05系ということになります。ここで05系と15000系について見ていきたいのですが、05系は東西線の輸送力増強と5000系の置き換えのため開発され、1988年から2004年にかけて導入されました。このうち1991年8月21日に竣工した4次車の第14編成はワイドドア試作車とされたのです。通常の日本の通勤型電車でよく用いられているドアは、幅 1300mm の両開き扉とされていることが多いのですが、05系ワイドドア車の扉は先頭車の最前部を除いて 500mm 拡幅された 1800mm のドア幅がある両開きドアとされています。
その後1992年度初期に5次車として製造された第15編成から18編成がワイドドア車の量産車として製造されましたが、6次車第19編成以降は通常の幅のドアに戻りました。ところで05系については製造時期によって大きく見た目が異なり、特に前期の車両と後期の車両とでは顔つきが大きく異なります。前期のいかにも80年代の営団地下鉄という顔の車両は1988年から1994年までに導入された7次車までの24編成が該当。一方シャープな顔つきが特徴的な 05N 系として区別されることも多い後期の顔を持つ車両は1999年から2005年までに導入された8次車から13次車の19編成が該当します。このうちワイドドア車は前期顔のごく一部の採用にとどまったため、05N 系と通称される後期の顔の編成にはワイドドアの車両は一切ございません。しかし2010年から運用開始されることになった15000系は再びワイドドア車として導入されています。15000系は最初05系14次車として量産される予定でしたが、最終的には15000系という新形式で量産されることになりました。これは有楽町線、副都心線向けに投入された10000系の要素を多数取り入れたためです。ところで15000系が量産される前のワイドドア車はたった5編成の05系しかありませんでした。しかし15000系は05系の3次車までの13編成を置き換えるため、2010年から2011年にかけて13編成が誕生。その後九段下、飯田橋間や南砂町駅構内など現在東西線で実施されている各種改良工事の完了後に実施される将来的な増発に伴う運用数増加対応を目的として2017年にフリースペースをそれまでの2号車と9号車の2カ所から各車両1つずつへ増設した車内の仕様変更をした編成が3編成追加され、以後現在に至るまで15000系は16編成体制となっております。これによって東西線のワイドドア車は全部で21編成運用できるようになります。なお05系のワイドドア車は乗務員室すぐ後ろにある扉だけ通常の幅 1300mm のドアになっていましたが、15000系は配置の工夫と先頭車体長延長によって乗務員室のすぐ後ろにある扉も含めた全ての扉がワイドドアになっています。この2種類のワイドドア車が運用されている東西線ですが、実はワイドドア車が現在も本格的に運用されているのは実質的に東西線だけになっていると言えるのが現状です。なぜ東西線にだけワイドドア車が走っているのでしょうか。なぜ東西線だけ幅の広いドアの車両が走る？なぜ東西線だけドア幅の広いワイドドア車が走り続けているのか。それは一時期いくつかの鉄道会社においてもワイドドアの車両が導入された経緯があったのですが、その中で最終的に残り続けたのが東西線だけだからです。実は05系のワイドドア試作車が登場した前年の1990年、ほぼ同じタイミングにおいて小田急においても1000型においてワイドドアを採用した車両が登場しました。4両編成が1500番台、6両編成が1700番台に区分された小田急1000型ワイドドア車においてはもっとすごく、なんと幅2メートルという規格外の広さのワイドドアを採用したのです。この1000型ワイドドア車は他の1000型と仕様が大きく異なるため、通称として1500型や1700型などと呼ばれることも多くなっています。また1992年から1993年にかけて導入された横浜市営地下鉄ブルーラインの 3000A 型では少しだけ扉の幅が広い 1500mm のドアを採用。1995年から運用が始まった阪急8200系でもそれまでの阪急電車のドアよりも 200mm 広い 1500mm のドアが採用されていました。このように当時は営団地下鉄東西線以外の路線でもワイドドアの採用が複数の鉄道会社で行われていました。しかし東西線以外で今もこの時と同じ規格のドアの車両を使っているのはなんと横浜市営地下鉄ブルーラインだけです。
阪急は2両の増結編成がわずか2編成だけ製造され、そこで製造終了となった8200系で終わってしまい、小田急も2メートルというとてつもなく広いワイドドアは1000型ワイドドア車のみの採用へとどまってしまい、以降2000型や3000型の初回導入分4編成において幅 1600mm のセミワイドドアが採用されたのですが、3000型二次車以降は通常の幅 1300mm の扉絵回帰、幅2メートルの巨大なワイドドアを採用した1000型ワイドドア車も1998年に 1600mm の開口幅へ縮小する改造が行われました。ところで小田急では短命に終わってしまったワイドドア。小田急がワイドドア車の導入に踏み切った理由は、ラッシュ時の乗降をスムーズに行うためです。当時の小田急ではラッシュ時間帯の激しい混雑によって乗降に時間がかかり遅延の頻発が問題になっていました。これに対応するため小田急では複々線化事業を進め、長い工事期間を経て2018年3月に無事完工しています。しかし複々線化の工事はかなり時間がかかるため、短期的にこの問題へ対応するためドア幅を広げることで、小田急は乗客の乗降がスムーズになることを期待したのです。東西線でワイドドア車が導入されたのも同じ理由で、東西線の中でも特に木場、門前仲町間の混雑率は東京メトロに限らず日本全国でも高い区間として有名です。ラッシュ時の混雑の中でスムーズに乗客の乗降を済ませ、定時運行を行うために当時の営団地下鉄においても東西線の一部の車両にワイドドアを採用することになりました。ところでこの当時は他の鉄道会社などにおいて混雑対策として他扉車を導入することが多かったです。当時の営団地下鉄でも日比谷線において3000系の置き換えのために製造が進んでいた03系の一部の編成について両端2両を通常より扉が多い5扉車として製造されました。日比谷線はホームの端に階段やエスカレーターなどが設置されている駅が多いことが考慮されており、両端2両は5扉車で中間車は3扉車のままという形に落ち着きます。このほか5扉車は京王6000系や京阪電車5000系、6扉車は JR 東日本の山手線、横浜線、埼京線の205系、京浜東北線の209系、総武線各駅停車、山手線の E231 系などに導入。営団地下鉄や東京メトロの路線においても、日比谷線へは東部から5扉車を組み込む2万系2万50型が、半蔵門線へは東急から6扉車を組み込む5000系が乗り入れていました。他扉車も十分スムーズに乗客の乗降ができる効果はあり、むしろ当時は他扉車の方が効果があるとされていましたが、一方で他扉車とそうではない車両との間では、乗車位置が異なり整列位置が乱れるというデメリットがありました。このような状況の中で混雑対策として期待されたのが、ワイドドア車ということだったのです。1000型ワイドドア車導入当時の小田急では、1989年に全長が先頭車と中間車で大きく異なる2400型が引退し、それまでの3扉と4扉の一般車両が混在していた状況から、やっと20メートル級4扉車の一般車両に統一された直後、整列乗車がやっと乗客にも定着し始めてきた頃で、整列位置の案内をしっかりできるようになったばっかりでした。そのため小田急としては他扉車を導入して、再び整列乗車の案内を乱したくはなかったのが本音といえ、扉の位置はそのままで乗客の乗降をスムーズに行えるよう、ワイドドア車の導入を決めたという理由があります。東西線でワイドドア車が導入されたのも似たような理由で、もし東西線の車両を他扉車にしてしまうと、直通運転先の案内標識などの変更を行う必要が出てきます。また東京メトロの車両だけ他扉にしてしまうと、扉の数の違う車両が相互に乗り入れる形になってしまい、かえって利用者の混乱につながってしまった結果、より混雑の激しさに拍車がかかってしまう可能性が高くなる、そのようなことが他扉車では懸念されました。そういったことを踏まえた結果、東西線でも他扉車ではなくワイドドア車の導入になりました。し
しかし当時ワイドドア車は失敗と結論付けられて、小田急線型も営団地下鉄0号系もワイドドア車両が導入されたのはかなり限られた編成数になってしまいました。この時ワイドドア車の導入にあたっての問題点として、小田急も営団もドアの幅を広げたことによってドアの開閉に時間がかかるようになったことがあります。小田急でこのほか乗客がかえってドア付近に滞留してしまい、その結果として車内の流動性が悪くなって乗降時間がかかり、結果期待していたスムーズな乗降につながらなかったという効果が判明。その他これは東西線のワイドドア車にも言えますが、線型ワイドドア車は他の車両と比較して座席数が少なく、それに関連した苦情が多発してしまったこともデメリットとなりました。また東西線では余計な乗降や駆け込み乗車が頻発し、時間短縮どころか遅延の原因になってしまったため、0号系のワイドドア車導入は5編成にとどまってしまったのです。対して多扉車は混雑時のスムーズな乗降につながっており、日比谷線では5扉車の投入が続くという対照的な結果になりました。ところでこの時は一旦失敗と位置づけられたワイドドア車。しかし15年の時を経て東西線のラッシュ対策車両として、再びワイドドア車を導入されることになりました。東西線は営団地下鉄から東京メトロに変わっても、相変わらず混雑率は他の路線と比較しても群を抜いており、ラッシュ時における東西線の混雑対策は喫緊の課題でした。そこで混雑対策について検討が行われましたが、長期的には現在九段下、飯田橋間や南砂町駅などで進んでいる施設側の改良工事の完了を待って改善を図るとしても、短期的には混雑対策車両を導入して対策することになり、ここで問題になったのが将来的にホームドアを設置する可能性。将来的な各駅へのホームドア設置の可能性を考慮した場合、多扉車とそうでない車両が混在する状況は明らかにホームドア設置の障壁になってしまいます。実際近年はホームドア設置への障壁となる形で、山手線 E231 系や東急田園都市線も線系の6扉車は4扉車の中間車に差し替える形で早々に全廃済み。車両の置き換えでそれ以外の JR 東日本の6扉車や京王6000系5扉車についてもすでに消滅となっているほか、京橋駅ホームドア設置の影響で京阪電車でも多扉車の5000系が13000系の追加増備による代替で全車廃車されました。また日比谷線でもホームドア対策も兼ねた車両の取り替えで、新型車両の13000系を導入することで03系を全車代替し、東部でも2万系の置き換えに7万系を導入しました。この13000系はそれまでの18メートル級3扉8両編成を基本に、プラスして一部で5扉車が混在する状況から20メートル級4扉7両編成への統一を図ることを目的とした車両です。東部7万系も東京メトロ13000系と同等の設計とされ、一部走行に関係のない機器類や内外装衣装を変えた車両で、両車の導入で日比谷線へのホームドア設置を可能としました。そのため過去に一度失敗という烙印を押されたものの、東西線が置かれている環境を踏まえると、多扉車の導入よりワイドドア車の導入の方がいいということになりました。そこで2010年、18年ぶりに新たにワイドドア車を東西線に導入することになりました。新たに導入されることになったワイドドア車は、0号系の13次車をベースに有楽町線、副都心線向けに投入された1万系の設計思想を取り入れた車両とされ、0号系ワイドドア車と同じく通常よりも 500mm 広げた幅 1800mm のドアを先頭部含めて採用しています。こうして登場したのが1万5000系です。1万5000系は2010年から2011年に13編成製造され、すでに運用が行われていた0号系のワイドドア車5編成とともに、この時東西線のワイドドア車は18編成体制へ。朝ラッシュ時の茅場町駅に8時から8時半に到着する東京メトロ所属車運用15運用に集中的に投入し、加えて予備3編成を確保した体制での運用へ移行しました。
その後2017年1月から3月にかけてフリースペースをそれまでの2号車と9号車の2カ所から10両全車に増強され、将来的な増発用に製造された1万5000系の追加増備車が3編成登場。この追加増備車の製造目的は先ほども触れているのですが、九段下飯田橋間や南砂町駅で行われている魔改造完了後、増発増運用を行うことを見越した車両となります。現在は1万5000系16編成と05系5編成という合計21編成のワイドドア車が東西線を走っております。しかし小田急では早々に失敗の烙印を押された後、2000型や3000型でセミワイドドアの採用を続けるも、それも長くは続かなかったというのが現実。また1000型ワイドドア車は扉位置が特殊な関係でホームドアに対応できないという事情がありました。そのため2012年9月に新宿駅にホームドアが設置されて以降、1000型ワイドドア車については新宿駅で禁になり、以降多摩線、江ノ島線、小田原線末端部のローカル運用のみに。リニューアル工事についても最初からされない想定で、5000型の導入によって2022年までに全廃されており、2000型も近いうちに廃車になる可能性が高い状況にあります。3000型一時車も向こう10年程度は使用されると想定できますが、機配置の特殊さゆえかリニューアル工事対象外で、あまり長く使うことを小田急は考えていないと推察できます。このように小田急をはじめとした他社においては、現在も縮小し続けているワイドドア車ですが、東西線では混雑対策で新型のワイドドア車を導入しており、さらにホームドアについてもそれまでの東西線では、05系第34編成から第43編成と東洋高速鉄道2000系が持つ、他社でもよくあるような至って普通の扉間隔の他に、05系第19編成から第33編成と07系が持つ扉配置が変則的になっているくせ者の扉間隔を持つ車両。普通の扉間隔と見せかけて実はいろいろ違う JR 東日本 E231 系800番台、そして05系ワイドドア車1万5000系という実にワイドドア車含め5種類のバラバラな扉間隔の車両が割と結構まんべんなく走っているという状況となっています。しかしその後の技術進歩により扉部分を二重引き戸とした開口幅の大きなホームドアを開発して設置することでこれを解決。これでワイドドア車へのホームドア対応もバッチリです。なお近年では自動運転装置が東西線でも整備され、ブレーキ時における停止精度を向上させることを可能としており、その後のさらなるホームドア側の技術進歩と相まって二重引き戸としなくても対応できるようになっています。二重引き戸タイプとされていない新型ホームドアは2024年度以降に設置が予定されている駅で採用されており、10月16日に稼働した茅場町駅4番線より採用されております。このように小田急線をはじめとした他の路線ではワイドドア車の活躍の場が減り続けているのですが、東京メトロでは東西線の混雑対策のために今でも主力車両としてワイドドア車両を運用しております。その結果このようなとてつもなく広いドアについて東西線特有の装備になりつつあるというのが現在の状況なのです。今後東西線からワイドドア車が減る可能性は？東西線を走るワイドドア車ですが近いうちに減る予定はありません。しかし今後の車両置き換えなどにおいては増える可能性と減る可能性のどちらも十分に考えられます。現在東西線を走るワイドドア車の主力車両である1万5000系は運用開始からまだ15年ほどしか経っておらず、まだまだ現役で運用されていくものと思われます。そのため少なくとも1万5000系の寿命が迎えるまではワイドドア車が東西線からなくなるということは考えにくいです。しかし05系ワイドドア車は2012年から2017年にかけて B 修繕工事という大規模なリニューアル工事が施行されており、こちらの初回施行からもう10年以上経過しております。東京メトロの車両置き換えスケジュールとしては車両の初回製造からおおむね40年から50年後、
B 修繕工事初回施行から20年程度での新車導入が基軸で、ワイドドア車を含めた05系や07系についても向こう10年で置き換わる可能性が十分ありえます。実際に現在の東西線で一番古い05系第14編成は徹底的なリニューアルによって古さこそ感じませんが、もうすでに製造から30年以上が経過したベテラン選手です。そのため向こう10年以内に新車の導入が始まる可能性があり、置き換えが始まったらワイドドア車が減る可能性が十分あります。その置き換え用車両が新型のワイドドア車であれば、東西線を走るワイドドア車が減ることはありませんし、むしろ他の05系初期車や07系もワイドドア車になることで、東西線のワイドドア車が増える可能性すらあると言えます。しかし新型車両の製造のタイミングで混雑率が改善していたり、混雑率が大幅に減っていたりしたなどの理由で、もしワイドドア車である必要がなくなった結果、その新型車両が通常幅のドアを採用した車両となれば、車両置き換えでワイドドア車が減ることになります。また B 修繕工事施行時期に B 修繕工事を施行せず、直接新車の導入で置き換えて廃車してしまうプランもあります。15000系に置き換えられた05系の初期13編成は、まさしくこのプランに合致して15000系に置き換えられた車両であり、直近ではこの他にも銀座線01系や日比谷線03系、丸の内線02系の後期に製造された大半の車両が主に該当。この他にも千代田線の6000系第33編成から第35編成や06系、有楽町線7000系の第21編成から第26編成などが該当します。そして05系第14編成の置き換えタイミングというのは、15000系の経年も初回製造からだいたい20年を超える頃に差し掛かり、初回製造から20年程度の経年に差し掛かるということは、15000系に B 修繕工事を施行するかしないかを東京メトロがそろそろ判断しないといけない時期でもございます。もしこのタイミングでワイドドア車を一掃するならば、05系と一緒に15000系も置き換えてしまうプランもありえます。つまり東西線を走るワイドドア車が今後増減するかどうかは、今後の東西線の混雑率がどのように変化していくのか、混雑率が回復した現在の状況がどうなのかで変わると思われ、これはそう遠くない将来来るであろうと思われる。05系の置き換えとして導入される新型車両において、ワイドドア車が採用されるかどうかにかかっていると言えると同時に、その時の新型車両導入計画にもよると思われ、この段階で東京メトロがどのような計画を打ち出すかによって、もしかしたらワイドドア車自体が消滅する可能性もあります。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、幅の広いワイドドア車が東京メトロ東西線を走っている理由について、東西線では他路線よりも高い混雑率を記録するラッシュ時間帯の混雑対策のために、05系5編成をワイドドア車両として製造したこと、05系のワイドドア車が製造された同じタイミングで小田急でもワイドドア車が導入されており、阪急電車や横浜市営地下鉄ブルーラインでもセミワイドドアが導入されていたこと。しかしこの時代にワイドドア車は失敗の烙印を押されてしまい、東西線でも一旦はワイドドア車の導入が5編成にとどまったものの、その後新型車両の15000系をワイドドア車としたことでワイドドア車が再導入されたこと。この結果として東西線ではワイドドア車が多数走るようになったこと。ワイドドア車と同じタイミングで日比谷線では混雑対策のために多扉車が導入されており、失敗の烙印を押されたワイドドア車に対してこちらは一定の成果を上げたこと。東西線と小田急線でワイドドア車が導入されたのは日比谷線と同じく混雑対策のためで、路線の特性から日比谷線のように多扉車の導入は避けたいことから、東西線ではワイドドア車を導入することになったこと。この時横浜市営地下鉄ブルーラインでは幅 1500mm 程度のセミワイドドア車が一般的になったものの、それ以外では半ば失敗扱いされてしまい、結果としてワイドドア車の導入はかなり限られた数になったこと。東西線でワイドドア車を2010年以降に再導入した理由は、やはり多扉車という車両の構造上の問題にあり、
今度は整列位置もそうだが、それよりもホームドア対策が理由でワイドドア車の導入になったことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧いただけますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。